こんにちは。 NPO 法人チェブラ代表理事の永田京子です。今日も動画をご覧いただいて本当にありがとうございます。この動画では心や体の不調に悩んでいるあなた、また更年期の症状に悩んでいるあなたに体調を整えるようなヒントやアイデアをお届けしたいと思って、作っています。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、私どもの体の中で起こっていく変化についてお届けしたいと思います。まずこのグラフをご覧ください。何のグラフだか分かりますか？これはですね、加齢による性ホルモンの変化のグラフです。横軸が年齢です。縦軸がホルモンレベルだと思ってください。赤色で書いてありますのが女性の中の女性ホルモンの変化のグラフです。青色で書いてあるのが男性の中の男性ホルモンの変化のグラフです。じゃあまず女性から見ていきましょう。女性の場合ですね、10代前半からグググググッと分泌量が高くなっていきます。お肌ピチピチピチという状態の時期です。思春期と呼ばれる時期ですね。でそして個人差はあるんですけれども、20代から35歳頃まで順調に分泌されます。そして35歳頃から徐々に低下をしていって、45歳から急な坂道を転がり落ちるように急低下していきます。そして更年期以降ほぼゼロになる。これが女性ホルモンの変化なんですね。知ってました？私たち人生の前半女性ホルモンあるんですけれども、人生の後半ほぼゼロってちょっと驚きますよね。これですね、実は男性も一定量副腎という組織から女性ホルモンが分泌されているんですね。なので60歳の時点では実は女性よりも男性の方が女性ホルモンが多くなるっていう逆転現象が起こってくるんです。この間講座でこのようなお話をしたらですね、すごい前の方の席に座ってた方がブンブンうなずかれて、先生だからおじいちゃんになるとおばあちゃんらしくなって、おばあちゃんになるとおじいちゃんらしくなるんですねっておっしゃっていて、ちょっとその意味はよく分からなかったんですけど、ホルモン変化だけ見てると逆転するっていうのはあながち間違いじゃないなということが分かります。ちなみに女性の更年期の時期いつだか分かりますか？閉経の前後10年間です。日本人の閉経の平均年齢っていうのが50歳なんですね。なのでおおよそ45歳から55歳の時期が更年期と呼ばれる期間です。ちなみにこれ、国とか環境によって平均の平均年齢って違うんですね。例えば、フィリピンとかペルーのヒマラヤの上の方、高いところに住んでいらっしゃる方々の閉経の平均年齢って47歳なんですよ。なのであの方々の更年期は42歳から52歳なんですね。で一方でアフリカナイジェリアの女性の平均の閉経年齢っていうのが53歳なんです。なのでナイジェリアの女性の方々の平均の更年期の時期っていうのはおよそ48から58歳っていうふうに国によってもね違ったりもしています。ではですね、続いて男性の変化も見ていきましょう。男性もですね、同じように10代前半からグググググッと分泌量が高くなっていきます。でそして男性の場合は高い状態をキープして緩やかに低下をしていくんですね。70歳の時でも20歳の時の半分くらいの男性ホルモンが男性は分泌されているというような違いがあります。ちょっとこれだけ見てもですね、男女の健康の違いってすごいじゃないですか。体の中の変化の違いってすごく大きいんですよね。今女性活躍推進だと言われて、女性もまさに男性と同じような働き方を求められる時代になってきましたけれども、やっぱり体の作りが違うんですよ。例えば更年期の時期にすごくねホルモンが減ってきていて心も体も不安定になりやすいという時期にですね、女性が男性と同じ働き方してたらもう体壊しちゃうんですよ。なのでもうお互いの体のことをしっかり知って、そしてお互いの強みを生かし合っていけるような、そんな働き方ができていけるのがすごくいいんじゃないかなというふうに思っています。でですね、男性も実は更年期があるんですね。男性更年期っていう言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。これいつの時期かというと、最も症状が出やすい時期が女性よりも10年後
55から65の時期です。で症状はですねまさに女性の更年期症状と同じです。自律神経の乱れの症状が起こってくるわけですね。なんですが男性の場合はうつ症状を発症しやすいという特徴があります。これ日本の自殺者数ってすごく多いじゃないですか。年間2万人以上いますけれども、だけれどもその5分の1を男性更年期世代が占めているというような現状もあるんですね。でもちろん性ホルモンの低下が原因っていうだけではなくって、仕事をしている状態から仕事をしていない状態になるっていう風なすごく大きな環境変化であったりとか、子供の頃から、男の子なんだから弱音を吐くんじゃないのみたいなすごく全体ギャップっていうんですかね、そのような育て方をしていらっしゃる方々が、更年期に差し掛かったことになかなか助けてと言えないみたいなこういう社会背景というのももちろんあるんですけれども、だけれどもすごく命に関わるような注意すべき時期であるということをちょっと覚えておいていただけたらなと思います。そしたらですね、この続きはですね、そんな性ホルモンが一体どういう役割をしているのかというのをご紹介していきたいなというふうに思います。ぜひ続きを楽しみにしていてください。この動画お役に立ったらグッドボタンを押してください。またご質問やご感想がありましたらコメント欄にお願いします。そしてこれからもですね、更年期や健康に関する情報をどんどん発信していきたいと思っていますので、チャンネル登録まだの方は登録をお願いいたします。今日もご覧いただきまして本当にありがとうございました。